Please log in. Administrator. Initializing. OK. Welcome back, Doctor. 今回の動画では6月上旬に開催される新たなイベント、機器契約ナンバー1戦闘プラン初年の内容を紹介していきます。今回の機器契約はカウントがリセットされたことからもわかる通り、機器契約の新たなシーズンとも言えるものとなっており、イベントホーム画面は現在映し出されているような形に変更されます。新たな機器契約のイベントページの各項目は上記の通り、UI に変更はありますが、基本的な項目に大きな違いはありません。イベントの流れも、常設ステージと日替わりステージをクリアし、ポイントを獲得、ポイントを消費して、素材などを交換するという点も変わりありません。一方で日替わりステージについては、便宜上は日替わりと表現していますが、実際のところはイベント開始初日、4日目、7日目、10日目に開放される形式で、以前のように毎日日替わりステージをクリアしなければならないという形ではありません。日替わりステージは一度開放された後はいつでも挑むことは可能ですが、報酬がもらえる期間は開放された時から3日間、つまり次の日替わりステージが開放されるまでの期間になるという点には注意が必要です。続いて、今回の機器契約から採用されるシステムを紹介。機器契約ナンバー0から12まで採用されていた契約と等級形式は廃止。先日開催されたイベント、殲滅試験作戦と同じ指標と評価値形式となっています。それでは実際に今回から採用される指標形式の選択画面を見ていきましょう。常設ステージの指標選択では、このような複数の指標がセットとなったアセット画面が存在。アセットはそのまま前回の機器契約でいう挑戦任務にもなっているので、それぞれのセットをクリアすることでコーデなどの報酬を獲得することが可能です。そしてもう一つの画面が個別指標選択画面。つまるところ、先ほどのアセット画面の指標をばらしたものとなります。セット画面の方は一つの指標セットを選択すると、中に含まれている指標が全て選ばれることになるため、指標の融通が効きません。つまり、単純に評価値を上げたい場合でも、難しい指標を選んでしまうことになります。特定の指標を選びたくないといった場合には、こちらの個別指標画面を表示させ、いらない指標を省くといったことができるというわけです。ただし、UI の見た目からもわかる通り、ベースは殲滅試験作戦のもの。画面左にある起点ノードから順に伸ばしていかないと、右側の指標を選択することはできないので、右側にある指標を一つだけ選ぶといったことはできません。ただまあ、見てわかる通り、殲滅試験作戦の時のようなごちゃつきはほぼなくなっているので、どの指標を取ればいいのかわからないという状況はかなり少なくなるはずです。なお、常設ステージの一番下にあるハテナマークの指標は、日替わりステージをクリアしていくことで解放される形式。今回もイベントが進行していくにつれ、最大評価値が上昇し、勲章入手に必要な難易度は下がっていくことになります。常設ステージの任務に関しては、先ほど紹介した指標セットのクリアと評価値を一定数獲得する2つのみ、前回のような特定の項目の評価値を一定以上にするといったものはないので、常設ステージの指標セットのクリアと勲章の入手を目指せば、おのずと全ての任務はクリアできるようになっています。なので、報酬の面でも前回のようなややこしさは一切ありません。常設ステージでの目標は上記の通り、指標セットを全てクリアして報酬を獲得し、評価値620をクリアして勲章加工をするだけです。目標はたった2つだけ、非常にシンプルなので迷うこともないでしょう。続いて、日替わりステージの指標選択画面を紹介。こちらは常設ステージのようなアセット画面はなし、指標選択画面のみとなっており、形式的には殲滅試験作戦の時のものを踏襲したものとなっています。なので、画面を見てわかる通り、常設よりも日替わりステージの方が少しややこしいという状況に。とはいえ、契約内容はそこまで多いものではないので、こちらも慣れればどれを選択すればいいかは分かってくるかと思います。なお、任務に関しては先述した通り、ステージ開放から3日以内にこなす必要があり、それ以降はステージは開放されっぱなしですが、報酬は獲得できません。報酬の獲得方法は2つ。1つは赤枠で囲ったボードにラインが通るように指標を選択するという方法。つまり、青枠で囲った指標を選択してラインを通す方法です。2つ目は、任務にて指定されている指標を選択して直接クリアするという方法。こちらであれば難易度の高い指標を選択する必要はないので、基本的にはこちらの方法でクリアすることになるでしょう。続いて今回の機器契約の常設となるステージを紹介。今回の常設となるステージは足が燃えているイメージ映像からもわかる通り、主にこの炎が照らす先のステージがベースにはなりますが、敵ユニット自体は9と11章あたりの混合となります。今回に関してはボスに設定されている敵ユニット自体は存在しませんが、
それゆえに、すべての敵が強いという形式なので、特定の敵にリソースをすべて集中させるといったことはできません。ただ、その中でも特に注意すべき敵が、沼地の装甲偵察者と、腐敗領収使徒です。装甲偵察者は契約次第では、高い火力と耐久力を獲得することになり、波の重装ですら耐えられない状況に。そのため、装甲偵察者を破壊できるような大火力を用意するか、万全の耐久編成を組む必要があります。そして、最も厄介な敵が、腐敗領収使徒。腐敗領収使徒に関しては専用契約が用意されており、契約次第では HP は6万、防御力は1000を超え、さらにはステルスを獲得することになります。その上、足元にある足が炎上している状態だと、高台のオペレーターが狙われやすくなってしまうルートを取るので、今回の危機契約においては、特に腐敗領収使徒をどのように倒すかが攻略の鍵となるでしょう。評価値620のクリアを目標とするのであれば、この辺りのオペレーターを育成しておくと良さげ。イネスは敵ユニットのステルスカンパ、今回に関して言えばマストレベルに必要となるオペレーターで、イネスがいるかいないかで難易度は大幅に変わることになります。バグパイプは初動のコスト稼ぎと火力役、ムリナールはこれまでと同じく範囲殲滅と火力役、ケオベとビルトゥオーサは防御力の高い敵に対する殲滅役、純人エイヤフィアトラは今回は足の炎上による元素損傷を受けるので、それのカバー、星熊は装甲車のブロック役となります。この他にも採用するオペレーターはいますが、基本的にはこの辺りのオペレーターがベースになると考えてもらって構いません。なお、難易度に関しては前回の危機契約と比べると1段階上がったものとなっており、始めたばかりのプレイヤーがサポートを1人借りてクリアするというのは難しくなっています。難易度的には、危機契約ナンバー0からのちゃんとした高難易度コンテンツ程度の難易度になっていると考えておくといいでしょう。続いて日替わりステージの方を紹介。今回の危機契約で登場する日替わりステージは、外周中のビーチ、第13区跡、防衛関所、連邦監獄の4つ。このうちの回収中のビーチと第13区跡は殲滅試験作戦からの続投。新ステージは防衛関所と連邦監獄の2つとなります。防衛関所は上と下の2つのルートが存在するステージで、ステージの雰囲気からもわかる通り、通りがテーマとなっています。そして、このステージの注目すべき点はやはり、盾兵の存在。この盾兵は味方となっており、選択した指標によって出現する場所が変わり、敵の進撃を塞いでくれるお助け要素となっています。このステージを挑む際には、この盾兵をどこに配置するかが重要となるでしょう。そして、2つ目のステージである連邦監獄は、名前の通り、古刀撃神がモチーフとなっているステージで、敵ユニットは当然ながら囚人たち、そしてジェッセルトンが登場します。なんだ、ジェッセルトンかと思うかもしれませんが侮るなかれ。ここのジェッセルトン、指標次第では、HP、攻撃力、防御力、術耐性が大幅に強化された上に、ジェッセルトンをブロックしているオペレーター以外からの攻撃を一切受けなくなるという凶悪な性能を有します。つまり、波の前衛ではジェッセルトンの攻撃を耐えることができず、重装ではそもそもダメージを与えられないという、やけくそ強化がジェッセルトンに付与されるというわけです。連邦監獄は、現状においてはこれが最初で最後の登場機会、ジェッセルトンの優秀の美を飾るやけくそ強化と言えるかもしれません。続いて交換ショップについて解説。交換ショップは現在日本版は閉鎖状態となっていますが、新たな危機契約の開催と同時に新たなショップである結晶聖堂が開放。結晶聖堂は今回の危機契約から入手できるポイント、結晶契約賞金を消費することで素材を入手することができます。ここで注意しなければならないのは、結晶契約賞金は、現時点では旧危機契約の契約賞金とは互換性がないということ。結晶聖堂の開放と同時に、旧危機契約のショップである機密聖堂も開放されるのですが、結晶聖堂では契約賞金は使えませんし、逆に機密聖堂では結晶契約賞金を使うことはできません。ただ、これらのポイントは現時点では排他仕様にはなっていますが、将来的には統合予定で、今後、契約賞金は1対1の割合で、結晶契約賞金に変換されることになります。このように、賞金自体は排他的な仕様にはなっていますが、ショップのラインナップに関しては、いくらかの互換性があります。例えば、機密聖堂で星6前衛の印を4つすべて交換していなかったとしましょう。この場合、星6前衛の印4つは、機密聖堂と結晶聖堂の両方にラインナップされることになります。では、現時点で前衛の印を残しておけば、8個入手できるのかというとそういうわけではありません。この状態で、機密聖堂で印を1つ交換するとします。
すると同時に結晶青銅の印は一つ消滅することになります。この仕様は逆に結晶青銅で印を購入した際も同じ。購入した数と同じ数の印が機密青銅のラインナップから消滅することになります。つまり見かけ上は合計で8個の印が並ぶことになりますが、実際に入手できる数が4個であることに変わりはないということです。当然ながら機密青銅側ですでに印を4個交換しているのであれば、結晶青銅には並ぶことすらありません。この仕様は機密青銅の常設交換ショップに並んでいた印や家具、一部コーデやオペレーターなどが対象となり、今回の機器契約で追加されなかったオペレーターやコーデなどは今後順次結晶青銅側にも追加されていく形になります。なので残念ながら今回の機器契約で過去に機器契約で実装された全てのコーデやオペレーターが交換できるということはありません。最後に記録解雇について紹介。こちらについては見てわかる通り、挑んだ機器契約での記録をまとめたページとなり、当該の機器契約で獲得した勲章や最高評価値などをいつでも確認することができます。クリア当時の編成や選んだ契約の内容なども確認することができるので、文字通り機器契約に挑んだ記録を閲覧することができるコンテンツです。今回の機器契約で入手できる専用コーデも合わせて紹介。Displays of my search of fate and slowly turn to glaze astray. Colors go to all again, they could attract all the mindless pain away. Seems like you relate. 以上で機器契約ナンバー1の紹介を終わります。続いて同時期に実施されるキャンペーンなどを紹介。機器契約では恒例の連合作戦が今回も実施。今回の連合作戦で輩出される星6オペレーターは水木、スズラン、ツルト、パゼオンカの4人。星5オペレーターはウィンドチャイム、タクジンハイビスカス、キアーベ、アイリス、カフカ、アスベストスとなります。特に目新しいオペレーターが実装されるわけではありませんが、特に星6オペレーターはいずれも強力なオペレーターなので、この機会に回してみるのもいいでしょう。いつもの資源収集終日開放は今回も行われます。機器契約パックも販売されるでしょう。パック内容は純正原石16個とロンメンフィー70万となり、価格は1000円になるものと思われます。期間の途中にフィゲラの専用コーデ、腕利き次女の復刻も行われるかもしれません。以上で機器契約ナンバー1、戦闘プラン祝宴と同時期に開催されるキャンペーンなどの紹介を終わります。この動画が良ければ動画制作の励みになるので、チャンネル登録やグッドボタンを押していただけると幸いです。ご視聴ありがとうございました。